資料も公開しているので、もし細かいの見たい方がいましたら、Twitter でアクセスしてもらえればと思います。今日、ステートオブオープンソースウェブマッピングライブラリということで、お話しさせていただきます。よろしくお願いします。自己紹介なんですが、さっき運営でお話ししたので、オープンソースとかコミュニティがあったりするのでございます。よろしくお願いします。今日この3つで紹介していきたいなと思っております。まず、Web マップライブラリとはというところからお話ししていきたいんですが、これ、ほとんどの方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、Web でアプリケーションを作るときってすごく位置情報のアプリケーションですね。アプリケーションもすごい大事なんですけど、位置情報データがやっぱすごく大事になってきます。これがないと何も作れなかったりするので、まず位置情報データってさまざまなデータがあります。例えばラスターデータ、画像だったり、あとはベクトルデータ、ポリゴンとかラインとポイントっていうのがあるんですけど、このデータが初めてあって、位置情報のアプリケーションが作れるということになります。で、じゃあ、ウェブマップライブラリって何かというと、それらをブラウザ上でさまざまな位置情報データを地図に表示したり操作できるようなライブラリになります。なので一から自分でコーディングするとすごく大変なんですけど、これらのライブラリを使うことによって開発が効率的にできるっていうところがあります。位置情報データとセットに使うような形になります。でもう一つちょっとお伝えしたいこととして、マップライブラリとマップサービスの関係っていうのがあります。マップライブラリの話を今日するんですけど、世の中にはマップのサービスもあったりします。Google マップスプラットフォームとかそういうのがあると思うんですけど、これらもそれぞれの役割が違ってたりします。例えば Google マップスプラットフォームって Google クラウドの環境下で作れるんですが、マップライブラリはその SDK に内包されていて、それをちょっと裏技使えば別に使えたりするんですけど、基本的にはマップライブラリは内包されたものを使うんですが、AWS が出している Amazon ロケーションサービスというのを使うと、これはその API の配信だけなので、マップライブラリというのが存在しないんですね、このサービスに。なので、マップライブラリは自分で自由に狙って選択することができるというのがあります。ほとんどのサービスは、この右側ですね、それぞれが SDK を持っている状態で、決められたもので作るということが多いんですが、ものによっては自分で自由に選択ができるということがあります。今日はどちらかというと、自由に選択できる部分でどんなものを使うかという話をしていきたいなと思います。であとはマップライブラリのライセンスについて、この句はちょっと言わないんですけど、基本的にはクローズなライセンスが右側の Google マップスプラットフォームとか、Apple のマップキットとか、マップボックスがあると思うんですけど、今日は左側のそのオープンソースのライブラリですね、をこの6つをですね、ご紹介していきたいなと思います。でこれ以外にも、この発表資料を作るときにいろいろ調べてたんですけど、他にもたくさん今出てたりするんですが、今日はちょっと代表的なこの6個を紹介したいなと思います。でこの辺の話を今日するんですけど、もし今後もっといろんなのを知りたいということであれば、例えば私自身も左側の記事とかですね、例えばポイントデータどれぐらいそのライブラリで読み込めるのかと試したりとか出してたりするので、ぜひアクセスしてみれると嬉しいなと思いますし、あとはさっきユーさん言ったようにマップライブラリに対するプラグインとかも作ったりしているので、もしかしたらこのオパシティとかで使ったことがあるかもしれないですが、こういうのを作ってたりします。であと、もし知ってる人いるかわかんないですけど、昔5年ぐらい前に技術書店で本を出したりしていまして、マップボックスって今バージョン3ぐらいでしたっけ？そうですね。0.5 みたいな時代がありましてですね、全然メジャーデータでも、メジャーのバージョンじゃない時に本を出したりしておりますので、もし興味あったらこれもそろそろ改訂版を作りたいなと思っております。はい、じゃあ本題のオープンソースマップライブラリの紹介をしていきたいんですが、まず皆さん大好きなマップリブレ GL ですね。これはWebGL を使ったマップライブラリーで、基本的にベクトルタイルを読むのにすごく特化しているライブラリーではあります。なので大量のデータとかも含めるライブラリーになっているんですけど、もともとマップボックス GLJS のオープンソースの交換として開発されて、今は全く異なる方向になっているようなライブラリーです。で今日せっかくなので、右側に GitHub のスター数とか、NPM のウィキリダウンロードとか、あとコントリビューター数とかっていうのを調べてみたんですね。なので、これを比較しながら見ていきたいんですが、マップリブレは結構、他と比べてウィキリダウンロード数が多いです。なので、多分エンジニア
ガリガリ開発する人が関わっているようなプロダクトなのかなというイメージがありました。で、これスターターも出してたりするので、もし興味ある方はすぐ始められるようなスターター出してるので、このぐらいのコードで背景地図を読み込んで左のようにしようとします。で次、リーフレットですね。リーフレットは軽量でシンプルなオープンソースのマップライブラリで、基本的にかなり手軽に作れるようなライブラリになっているのと、あとは有志ですけど、プラグインっていうのが一番たくさんあるようなライブラリですね。なので、さっきの数字と見比べてみると分かると思うんですけど、リーフレットが圧倒的ですね、今でも世界でも圧倒的なスターシとウィークリーダウンロードとコントリビューター数になっています。なので、地図にすごい特化した人たちはいろんなライブラリを使うんですけど、ウェブの業界とか地図が分からない方が入るには、まずここから使い始めているというのが最新の技術を使う場合は、他のマップライブラリ必要があるんですけども、普通に P を立てたりとか、開発する分には、もう圧倒的に今でも世界で使われているようなライブラリになります。これもなかなか出していますので、ご使用すごく簡単に作れるんですけど、ちょっと背景地図だけだと比較ができないんですけど、かなり簡単に作れるようなライブラリになっています。で、次はオープンレイヤーズですね。オープンレイヤーズは、前半の2つに比べてかなり高度な地図機能を持つオープンソースのマップライブラリで、ベクトルタイル、完全ではないんですけど、対応していますし、あとはこのライブラリにしかできないこととして、投影法のサポートというのもあったりするので、その技術選定の時に投影法を使うようなアプリケーションを作る場合は、オープンレイヤーズに入ってきたりします。で最近WebGL とかにも徐々に対応してくるので、この辺も注目するところかなと思います。私自身、バージョン2とか3のすごい変わった時代とかに触ったりしてたんですけど、一回そこですごくライブラリとしては人気が落ちちゃったイメージだったんですけど、本当にここ2、3年、10とか9とか8になったタイミングで、もう他を巻き返すぐらいの勢いで今出てきていて、個人的には現代でかなり要注意なライブラリだと思っています。すごく高機能なものを作る。大体なんですかね、システム開発会社さんは結構オープンレイヤー使いがちというのがあります。でこれもスターター出してるんですけど、さっきのコードと見て分かるように、コード量多くなります。基本的にインポート文とかもそれぞれの機能ごとに読んだりしますし、投影変換とかもコードとして書かなきゃいけなかったりするので、コード量が比較的にかなり他に比べて多くなっているイメージで、その代わり大規模なシステムとかにはかなり似てるかなというところです。で、次、DeckJL ですね。DeckJL はマップライブラリとはまた違っていて、どちらかというとデータビジュアライゼーションですね。データの可視化に特化したようなライブラリになります。ただ、これも WebGL を使っているので、大規模なデータが動かせるようになりますし、マップリブレ JS とか組み合わせると、マップの方もうまく使えたりします。ちょっとこれは経路が違うんですけど、こういうのもあったりします。で、これもコードを出すと、ちょっと背景地図だけをマップリブレとか読み込まないで読むと結構面倒くさかったりするんですけど、こんな感じのコードを書くと読めたりします。で、次は Cejum.js です。これも皆さん知っているとは思うんですけど、これも WebGL を活用して、ブラウザ上で、これは他と違うのは 3D 系にかなり特化しているライブラリになります。なので、地球儀っぽい表示とか、そういうのができますし、3D 都市モデルを読み込むとか、そういうことに使えるようになっています。でこれも結構、スター数とウィークリーダウンロードが多いところですね。今回の6個の中で、コードが、見た目この左みたいな感じで、地球儀みたいなんですけど、これもMapbox は対応していて、JS ですね。で、Mapbuilder でも今後対応していくみたいな話があるので、ただ、そもそも 3D 系のデータが読めるようになる話が違うところかなと思います。で、コードが、ちょっと概念が違って、例えばカメラの位置とか、そういうところも書かなきゃいけないので、そもそも地図のライブラリとまた違った発想ですかね、っていうのがあります。で、最後、これもしかしたら知らない人も多いのかもしれないですけど、iTowns っていうライブラリもありまして、これはフランスの国立機関が作って維持しているものなんですけど、これも WebGL を使って 3D 地図表示ができるようなライブラリになります。で、じゃあ Cejum が 3D 系だと、ほぼ私も一択だと思ってるんですけど、なぜ iTowns を使うかというと、3年前ぐらいのその技術検証をしたときに、
やっぱりベクトルタイルとかにも対応していたんですね。そこの違いの部分で、より地図とかベクトルタイルに対応するってなったら、iTown を選択する選択肢があるんですけど、開発面、フォトリ数47とかしかいなくてですね、結構コロコロバグとか仕様が変わったりするので、結構辛いっていうのはあります。これもスターター作ってるんですけど、コードもちょっと複雑になりがちみたいなのはあります。はい。もうちょうど10分ですね。まとめを話していきたいと思います。で、数字だけが全てじゃないんですけど、GitHub スター数と Wiki ダウンロード、コントリビューター数でいうと、圧倒的にリーフレットが世界で最も使われているイメージです。で、後に追ってってるのがセジュムとか、あとはマップリブレっていうのも後から追っていくんですけど、ただ差はすごい大きいっていうのが現状かなと思います。で、この辺が多分興味あると思うんですけど、じゃあどんな時にどんなライブラリ使えばいいのっていうのが、これが結構肝で、これは仕事でもよくリュースセンで使ったりするんですけど、大量なデータを使う場合は、マップリブレとかでデータが向いていると思います。で、かつ大量のデータを使うってことは、ベクトルタイルを結構対応することがあるので、マップリブレとかレクチェが強いですね。マップリブレ以外でも、ベクトルタイル読めるんですけど、スタイルが完全に対応しないとか、そういうちょっとつまずきポイントがあったりするので、その違いがあったりします。で、あと、投影法を対応したいとなると、基本的なことができますね。バックエンドで開発すれば別にいいんですけど、フロント側でやりたいとなってくると、オープンゲームそうなってきます。で、3D 表現はセジュールの一択ではあるんですが、iTown もこう、みたいな形ですね。で、あと、多機能。すごく多機能なのは、オープンレイヤーズがやっぱりすごい多機能なので、システム会社に使いがちみたいなところはあります。ただ、マップリブレもかなりバランスいいところまでできるので、この両方のどっちか使うかは、一般的にアプリケーションを作る上ではそんな大差ないのかなとは思います。で、手軽さは圧倒的にリブレットですね。で、データ可視化系ができています。で、最後まとめに入っていきたいんですけど、初級者向きは個人的にですけど、リーフレットでまず触ってみて、そこから慣れてきて、もうちょっといろいろやりたいなってなってくると、マップリブレをお勧めします。で、よりコードに、UI 含めていろいろ作るとなったら、オペレーターだけが使うか、それかそもそも JS のフレームワークとかを入れて作っていくのがベターかなと思います。はい、個人的にはマップリブレ今日のイベントの流れなんですけど、マップリブレがおすすめです。で、こう聞くと、一応この技術ってめっちゃニッチで奥深いんですけど、作ってる皆さんで、もしあんまりまだ触ってないって方がいましたら、ぜひこの沼に一緒にハマっていけたらなと思っております。ちょっと最後まで私より全然ニッチな話がたくさん出てくるので、聞いていただけると嬉しいです。ありがとうございました。